不動産屋さんの階段です。これはお話をくださった方、仮に上野さんとしておきますが、その方が通っていた小学校の校舎に関するお話です。その小学校は大昔の歴史を調べると代官所があった場所で、罪人の処刑もそこで行われていたということでした。その後、廃藩置県では県庁も置かれていた場所でした。さて、今から数十年前、上野さんが通っていた頃のその小学校の校舎は、明治時代に建てられた木造建築の建物だったそうです。その校舎には体育館があったのですが、上野さんの小学校では講堂と呼んでいました。その講堂は古い板張りで、明治の頃がそのまま残された空間のようでした。その校舎の教室から講堂までは15メーターくらいの渡り廊下があり、その廊下自体が板塀で囲まれていました。そんなある日、終盤をしていた6年生の上級生が、その渡り廊下にまつわるおかしな話を上野さんなどの下級生にしてくれたそうです。それは宿直の先生が、なぜか夜間は渡り廊下を見回らないというのです。なぜなら終盤の生徒が最後に講堂の扉の南京錠を施錠するのですが、監督の先生は最終確認の義務があるにもかかわらず、次の日の朝、その鍵だけチェックした形跡がないということでした。なぜだろうと思ったのですが、多分この講堂の土地が曰く付きだからだと思うそうです。実は昔、代官所で罪人の処刑が行われていた場所はその講堂のあたりなのだそうです。小学校の敷地は真四角で、南に教室、東に講堂があるのですが、そのすぐそばの北にはボトントイレがあり、そこがまさに処刑場だったそうです。ですからおかしな出来事はたびたびその周辺で起きているということでした。そのトイレに4年生の女子が入った時、髷を結った男性を目撃したり、他にも2カ所トイレがあるのですが、そこでも白い着物の女性が目撃されていました。最初に霊を目撃したのは教師だったそうで、それも昭和30年代まで遡ることだそうです。そしてその後だいぶ経ってからです。それは上野さんが小学校に通っていた当時より少し前に起きたことで、この小学校の行動にまつわるあるタブーが存在し始めたのです。それはある日のことでした。よその県から丸刈りの男の子が上野さんの小学校に転校してきたそうです。その少年を仮に圭太くんとしておきます。圭太くんと家族は街中の小さな狭いアパートで暮らしていました。集団登校で学校に来ると、みんなで校内をクラスごとにワイワイガヤガヤと掃除をするのですが、圭太くんは一人黙々と雑巾がけをしていたのが印象的でした。クラスではおとなしく目立たない存在で、休み時間はいつも講堂の脇の狭い通路の壁にうつむきながら一人寄りかかっていました。そんなある日、学校で給食費がなくなる事件が起きたのです。こういう事件はいつの時代もどの学校でも起きるもので、大人が上手に処理すればよいのですが、そんなうまくは終わらず、生徒たちの間で犯人探しが始まりました。そして誰が言い出したのか、圭太くんがいつも昼休みには一人講堂の壁に寄りかかっていたのが不審な行動だと言って噂になったそうです。そしてただそれだけのことで、クラスでは彼に容疑をかけたのでした。それがクラスの担任の耳に入り、その担任の教師もなぜ圭太くんが講堂の隅に一人でいるかを疑問視したのでした。さらに圭太くんの家が貧しかったということで、一部の生徒の意見を鵜呑みにして、担任の教師も圭太くんが盗んだと決めつけたのでした。そして圭太くんは担任にひどく責め立てられたそうです。それが原因なのか、圭太くんはそれ以来学校に来なくなりました。
その後事件も明るみに出たそうです。そして事件の調査もきちんとされたことで真犯人が分かったのでした。それは圭太君がいつも昼休みに講堂の隅にいることをおかしいと言い出した生徒本人だったそうです。つまり給食費を仲間と盗んで圭太君に濡れ衣を着せたのです。そんな問題児童の言うことを信じた担任教師は学校やその他の保護者から厳しく断罪されたそうです。結局その問題児たちは一人また一人と転校していき、その担任教師も学期途中で転勤させられたということでした。その後風の噂で圭太君の家族は静かにその町から引っ越していったということでした。さてそれからしばらくしてからです。その小学校の講堂の廊下を宿直の先生が深夜巡回しなくなりました。それは深夜になると丸刈りの男の子がうつむきながら講堂の渡り廊下をスーッと通るというのでした。用務員さんが最初にその男の子を目撃し、それが先生たちの噂になったそうです。おそらく目撃したのは一人だけではなかったようで、気味が悪いのでいつしか誰も深夜には講堂の渡り廊下に近づかなくなりました。ところで圭太君が学校に来なくなった後に彼がどうなったかは誰もわからないそうです。圭太君がいなくなってから講堂の廊下に彼に似た男の子の霊が出現するようになりました。それと圭太君との因果関係は分かりません。でも学校関係者の誰かが真実を知っているのでしょう。それ以来その講堂の怪現象のことは学校でタブーになったということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。